はい、皆さんおはようございます。今日は九州宗像神社来ております。ちょっとね、あいにくの雨なんですけれども、なんとですね、今回九州日野自動車さんからこの日野の高尚 FR ですね、10台納車ということで、今ねこちらにつけてこれからご祈祷するということなんですけれども、初めてですね、九州日野さんから今回ね、日野のトラック、直納になりますね。福岡ナンバーついてますけど、はい、九州日野さんから購入したということでございます。日野さんのトラック、不走さんのトラックありますけど、通常ですね、奈良に一度納車したのを、全国にね当社振り分けてるっていう、そういう作業をするわけですけど、今回はですね、初めて、九州日野さんから購入ということでございます。今までですね、南関東日野さんとかで、成田支店でいろいろね作業っていうのはあったんですけど、今回は九州日野さんに納車していただいて、あとデジタコ看板等々はね、それぞれ専用の業者さんにお願いをしたという感じです。だいぶすごい広々してて、トラックでもね非常に入りやすい場所でね、すごいいいですね。なんといってもね、ミヤさんの場合もね、一台一台ね入れていくので、あれはあれでねすごい、見た感じもね綺麗なんですけど、こちらもね、アスファルトしっかり敷いてますし、圧巻ですね。どうしてもねちょっと天気がね悪いので、そこだけがねもったいないですけど、はい、そんな感じでショートキャブ、日野の10輪ですね。こちらはFR なので 1A ですね、9000cc のエンジンついてるよということでございます。この後福岡支店に持って行って、で福岡でいろいろとね納車の準備をしていくと、いうことですので、どのような感じでねご祈祷等々、あと九州日野さんからもねご担当者さんとか来られるということですので、引き続きねちょっと動画回していきたいと思います。はい、それでねこれからご祈祷するわけですけど、日野のこの 1A の2017年式のモデルですね、17プロフィアとか言われますけど、こちらのお車はおそらくもう売却ねしてってる車もあるんですけど、当社富士トランスポートのグループで1300から1400台ぐらい納車されたというところで、引き続き高尚のお車、日野さんのねこの2階建てのお車は主力のお車となっておりますので、入れていくという感じですね。でプレートに関しても4100番台ということで、当社ね7000番台が高尚だったんですけど、今現在では4000番台がね高尚のお車いうことになっておりますので、連番でね行くと。でこちらが今福岡ナンバーついてますけど、それぞれ九州の拠点にね配備していくお車ですので、九州の例えば当社だったら長崎であるとか熊本であるとか鹿児島であるとかっていうふうにあるので、そちらのナンバーにね変更していくということでございます。はい。お車に関してはね今まで通り奈良に納車されるお車と全く同じもので、ショートキャブの日野のプロフィアにトランテックス製のウイングついております。でハイスライダーっていってスライド観音と言われる車ですね。はい、その仕様になっております。しみじゃん。はい、今ですねご祈祷が終わりまして、でご祈祷した際にいただいたお札をこういうふうにね車の車内に入れて、今ね一台一台ご祈祷をしていただいてるのを待ってるという状況でございます。はい、こんな感じでねすごく広々としてね綺麗な神社ですね。皆さんこんにちは。今日はですね福岡県新宮っていうところにある矢野特殊自動車本社様にお伺いをしております。はい。でこれからね工場見学というところで中見させていただきます。先ほどね日野さんの車のご納車というところで宗像神社でね立ち会いをした後、こちらにお伺いをして、続いて工場見学というところになっております。こちらではですね、いわゆる冷凍ウイングというのは全国的に作っているということでございまして、岡山県を境に南のお車は冷凍版もこちらで作ってらっしゃると。で岡山より東の会社さんに関してはあるな矢野特社様が作ってるということですね。それではね工場見学行かしてもらいます。はい、それではね工場の中でもともと矢野特社さんというのは車をね製造したいというところで、
エンジンと、お車のね、写真ちょっと概要欄と、他に載せさせてもらいますが、もうこういう形で、矢野特殊さんの走りはこういう感じ。あとは飛行機とかですね。はい。このような過程を得て、今のね、冷凍車メインという感じの会社さんになられるということでございます。V8 の 620cc。馬力16馬力っていうね、当時は1923年なんでだいぶ昔ですね。はい、今ですね、こちらに当社の、販売用車両ですね、富士トランスポートと書いてありますけど、こちらの現行 FS85 型のスーパーグレートですね、こちらが今ね完成したというところでお披露目していただいております。冷凍版はね納車していただいて、先日動画にも上げさせていただいてるんですが、こちらのね冷凍ウィングはまだ初めてということでですね、こういう感じで完成したと。この車があとは奈良にね、陸送で入ってくるということでございます。しみじゅん。ここがバン仮想化となってます。バン社の工場というところですね。はい、それではね、工場の中入っていきますけど、先ほど当社のね、お車ありましたけど、外側に。はい、こういう形でね、作ってるということで、これはね、アルナさんではこういうね、施工は見れなかったわけですけれども、冷凍ウィング、こういう形でね、作成してるということですね。またね、骨格とか全然違いますね。紋工もステンレスだったりしますね。奥はね、キーストンの状態になってますね。まだ手前から奥に流れてくる感じでしょうかね。あちらが冷凍車の命ともいえる断熱材ですね。矢野特殊さんは独自でいろんな配合をして、この断熱の板をね、作っております。これがね、品質にね、担保されてるわけですね。はい、こちらがね、冷凍版のレーンということになっております。スタートはこういう形で、まず骨格ですね。そこから下、断熱材敷いて、横壁っていう感じでつけていく。で、多分どんどん奥にね、進んでいくような感じですね。一枚一枚手作業で作業されてます。天井クレーンでね、吊り上げてやってるような感じですね。はい、でこちらが冷凍ウィングの、煽りの部分ですとか、あとは羽のウィングの部分ですね。でこちらの冷凍ウィングに関しては、今の矢野さんのペースで1日 1.1 台生産されているということで、こちらの冷凍版に関しましては、1日に2台ペース。で今、写真には写ってないんですけれども、4トンに関しては2日に1台。いうペースなんですが、そこは需要に応じて割合を変えていかれると、そういう形ということでございます。これが今当社富士トランスポートで入れている断熱材と同じですが、矢野さんはいろんな断熱材をお持ちで、高性能断熱とかね、そういったものもあるので、いろんなラインナップというかね、組み合わせが可能となっております。生鮮ウィングであるとか、チルドウィング、あとはお肉だったりとか、冷凍食品、アイスクリームとかね、いろんな種類に応じて断熱材をね、変えて、組まれているということですね。横扉用の門枠を今ね、これをつけるということですね。すごいですね。2枚つくんですかね、2枚っていうか。すごいですね。なかなか珍しい。手前に置いてある門工もこのお車につくということで、ダブルの門工ですね。ウィング部分をあとリベットでね、止めてるという感じで、左側に行くことによって完成に近づいてて、こちらが羽で、こちらが煽りということですね。今お伺いしたところ、門工に関してはほぼほぼもうステンレスで、ステンレスで塗りの場合もあると。一部のお客様が鉄のね、門工を使っていらっしゃるということですね。でこちらの最後、2レーンになると、中のね、仮装に入りまして、LED のね、電気ですとか、ラッシングレール、あとエアリグ、あとはビュラウッドとかね、そういったのがついてくるということです。こちらの最終レーンで、トラックをもうこちらの入り口からシャチを入れて、ボディとね、セッティングするという形になってるらしいです。で、こちらはサーキュレーターファンが、4つ後ろについてるので、強制的にね、冷気循環させる必要になってます。それとね、中柱がついてるという、非常に珍しい冷凍車ですね。でちなみに、矢野特殊さんでの冷凍の、ヒエラルキーというか順序があって、一番上がアイスウィング。その下が冷食ウィング、その下がスーパーチルトウィング、その下が生鮮ウィングという形でね、あるということで、それぞれね、冷凍能力がね、違うということでございます。なので、一番上位になるのがアイスウィングということですね。で、今、こちらのお車なんですけど、取り急ぎ冷凍機、つけるだけのもう、あとはもう施工は全部完了しているというところで、これから外に出して冷凍機をつけるというところでございます。矢野特殊さんの場合はですね、冷凍機といえば、良獣さんとか、デンソーさんとか、
あとはサーモさんがあるんですけれども、良獣さんと伝送さんに関しては、こちらの工場の場所を変えてですね、そこで取り付けをすると。で、サーモさんに関しては、外で、ね、取り付けをするというところみたいです。はい。それではね、この車は、完成したので、一応、外に今出していくというところでございます。で今、ここ抜けてるところにまた新たにシャシを入れて、で、今、この背中が青いやつですね。こちらの箱を上の天井クレーンで右にどんどんずれて、で、それぞれがね、ずれていくとか、そういうことらしいです。こちらは門高にこう、デュラウッド。煽りのね、周りもデュラウッドがついてるという仕様ですね。あとはこの上ですけど、サーキュレーターファンがついてますので、こちらで冷気を循環させるということですね。エアリブも縦型になってますね。なかなかこれも横と縦といろいろあるんですけど、はい、そういうスクリーンになってて、ラッシング3段ということです。このね、面がちゃんとこう収まるんですね。ここがね、ぴったり収まるのがすごいですね。こちらはレーザーで切ってるらしいです。なので1枚の板をもう矢野さんで全部加工してやってるので、ここは要するに円形状に四角に切ってるんで、1枚ものでね、そのままいけてるということですね。すごい。しみじゅん。こちらが完成検査場というところで、ここでいろいろなね、試験をするということですね。はい。こういう形で今、完成検査されてます。点火はまた別の場所でされるということですね。細かい偽装品とかですかね、多分そういったのを、こちらで検査をしているというところですね。これ重さ測るんですね。こちらターゲットというこういう、ね、ものを置いて、レーダーで測るような感じですね。はい。上のカメラで見てるという感じです。こちらね、多分オークション会場なんかにもね、こういう感じの施設があったりするんですかね。車検場もそうみたいです。こういうのが装備されてるということですね。はい。前にもね、あそこにもね、カメラありますね。こちらでボディの大きさとかね、幅とかやはりギリギリ攻めてきますんでね、そういうのをこちらで見るということでございます。こちらスタンバイ付き直結の車両ですね。珍しいですね。ローマダーケンが置いてありますね。ラダーも置いてある。タクラーのアルミのやつですか。ありますね。いやでもうちが使ってるタイプじゃないですね。でラダーもつけてくださってる。しみじゅん。でこちらが中型の製造ラインということでございます。ちょっと逆に今進んでますので、手前に来るほど完成するということで、中型のお車今ね、車種が入った状態になっております。で先ほどのバンの車がね、ちょうど真ん中に来てたんですね。で、右側が中型のお車ということで、ほぼほぼこの手前なんかはね、完成しているお車でございます。内装の工事をしているっていう状況ですね。はい。で、その一つ前の工程。下がね、こういう多分一枚板みたいなあれですかね。多分カーゴテナーでの配送車なんでしょうかね。中型に関しては、2日に1台のペースで作ってるということでございます。こちら門枠とかね、製造されてます。ここが断熱パネルですね。で、こちらはキーストン。こういう形で。アルナさんでも見させてもらいましたけど、はい。I 型キーストンという感じです。こちらはエアリブですね。エアリブがこういう風に置いてあって、いろんな多分大きさのエアリブが置いてあるのと、あとはあの辺偽装品でしょうかね。はい。サイドガードのブラケット類とか置いてあります。すごい、サンドイッチパネル。大型用の長いですね。こちらも、次の工程のトラック用が用意されているということです。すごい。パネル類がたくさんありますね。多分こちらの奥がパネルをね、作ってるでしょうかね。パネル類すごい。ものすごい断熱パネルあります。こういう形で判別で製造をしているということですね。もうこういったパネル班、サンドイッチパネル班、ドア製造班、車種発送班、それぞれ班で構成されたメンバーで車両を製作しているということです。これ断熱材の多分、サンドイッチパネルの製造過程ということですね。はい。でちなみにこちらはもう部屋として囲われてるんですが、なんで、理由はといったらですね、こちらは温度と湿度と一定にしてます。このサンドイッチパネルというのは接着剤でね、圧縮して接着をしてパネルにしてるんですけれども、その品質を安定化させるために、一年中ですね、同じ湿度設定、温度設定で、室内をね、保ってるということです。ああいった空調機が、あちらにもありますけども、各所にこういう風にね、設置しておりまして、
こちらスポットクーラーではなくてもう全面空調になってますんで、夏場はですね、工場全体を冷やせるようにですね、設備を整えているということで、こちらを設備入れたことによって、だいぶ夏場もね、快適に仕事をしていただけるようになったということでございます。こちらちょっとね、車映せないんですけど、サービス工場ということになってまして、こちらで、既存の車を、カスタマイズというか、修復したりとか、また箱の乗せ替えとかね、こちらでやられてるということで、矢野さんの箱というのはですね、乗せ替えもね、全然可能ですよっていう、そういうね、品質が担保されてるわけなので、こちらでね、乗せ替え作業、あとは修復。で、その乗せ替えたり、修復した過程でですね、いろいろな、不具合があったりとか、既存してる部分があったりする場合は、それをね、すべて新製品に生かしてね、新たな製品開発されてるということでございます。はい、ちなみにね、こちら、新型のギガ、もうね、入って、下の特殊さんの箱がついてるというスペシャル仕様になっております。目がね、やっぱかっこいいですね、新型ギガ。びっくりです。冷凍車なんですけど、波板のね、お車があるんですけど、この波板のお車は実はですね、サンドイッチパネルの上からこの波板を貼ってるっていう、そういうものらしく、中身はサンドイッチパネルということらしいです。で、すごい飾られたお車ですけど、ちょっとね、一部こうやってね、撮影させていただいてます。矢野特殊さんはね、飛行機のフューエラーとサービサーっていう、タンクローリータイプとポンプの圧縮車をね、作ってるんですけど、その実験するのに今、ここに昔のだいぶ古いギガですね、が置いてありまして、エンジンをポンプの動力代わりにね、こう使ってるという面白い車を発見しました。こう後ろはああいう感じでね、ポンプがつながってて、なかなかね、普段お目にかかれない車です。隣にはね、サービサーが止まってて、今、そちらの試験をね、してるということですね。今ね、とあるお車のキャブと箱の隙間を見てるんですけど、本当にもうギリギリ攻めてます。この車はね、10メーターのお車なんですけど、ギリギリ攻めて、この車でやっと9900とか、本当に矢野さんの技術だったら、これでね、10メーター、冷凍車でもね、いけるということですので、なかなか見えづらいところの努力っていうのがね、ものすごいですね。ギリギリかすめるぐらい極めております。はい、とある冷凍車ですけど、キャブと箱の間に温度計がついてまして、普通に外いる時でもね、何度ぐらいっていうのをね、目視で見れる、そういうのをオプションでつけれるということですね。こちらの車はスーパーシングルタイヤ入ってます。太いな。これ何になるんだろう。4455022.5。すごいっすね。ものすごい445なんて聞いたことないですけどね。はい。めちゃ太い。こちらの車は最終、性能試験をやった後、どうしても庫内がね、いろいろこう湿気が残るので、こちらのファンでですね、全部乾かして、それからですね、部材等々を積み込みするということで、だいたい2時間、3時間ぐらい、こういう形で乾かすということです。今タンクローリーのね製造の現場に来てまして、今ね鉄板真ん中溶接されてるの見えるかと思うんですけども、こういう形で溶接をして、長い鉄の板、こちらは鉄だと思うんですけどね、鉄の板を作ります。そしてこちらの右手にある機械、丸い機械がありますが、こちらに送っていくと、このね鉄板が湾曲になってくるんですね。でそれで深円だったり、楕円だったり、そのタンクローリーに応じた形状をこちらでね造形するということで、素材に関しては鉄だったりとかアルミだったりとかステンレスだったりはこちら、樹脂製に関してはまた違う製法で作成されるということでございます。ここが製管と言われる部署で、こちらで先ほどの工程で丸みを帯びた素材をエンドキャップとは言わないですけどね、こういったもので加工するんですけど、最後はね溶接で全部ねつなぎ合わせていくわけですけど、やはり溶接っていうのがね一番技術を使います。でその技術がね矢野さんの資産でもあるわけですけれども、コンクールをね社内でやるぐらいそこはもう技術に自信があるというところで、素材によっていろいろね溶接も仕方がアルミだったりステンレスだったりね全然変わってきますので。特にこのローリーっていう、トラックの特性上、劇物を運んだり燃料を運んだり道路にね漏れてはいけないものが多いので、そこはね品質管理を徹底されているということでございます。続いてですね、タンクローリーのこの後ろ側によく見る形の部分、こちらっていうのは、以前職人さんが全部造形してね叩いて作ってたわけですけども、最近ではこういう鉄を奥の機械に入れることによってこういうふうに造形ができると。造形方法としては水圧を使って膨らまして、言うならばプレス機みたいなイメージなんでしょうかね。水圧プレスみたいな、そんなイメージのもので、あそこにたけちゃん2号と、機械がありますが、もともとたけさんって本当職人さんが矢野特殊さんにいらっしゃってて、こちらを一枚一枚本当に1日1枚とか作ってたのを
こちらのね、技術の統計が難しいというのと、あとは生産能力を上げたいというところで、こちらの機械を導入されたということです。こちらの機械ですと、1日に7、8枚作成が可能ということでございます。かたどった鉄板を機械に入れて、出来上がったのが膨らまされたタンクローリーの具材になるということですね。タンクローリーの構造というところ、中もね、仕切りがいろいろできてるんですね。横の仕切りはね、私知ってましたけど、縦のね、仕切りもあるんですね。こういう感じでね、縦の仕切りもあるっていうのはね、初めて知りました。こちらなんかもね、横と縦と、こういう仕切りが中に入ってるということです。先ほど見させてもらいましたこのエンドキャップというか、こういうような形になっていて、いろんなね構造体があると、いろんなリブっていうか、こういうの入れることによって多分横揺れとかね、液体なんで荷重移動するんで、そういうのをねこう防ぐ、そういう効果があるということですね。まさしくこう造形をねしてるところですね。すごい。で今あそこ奥で叩いてらっしゃる方がねやってるのは、ちょうど今あの部分が補強されてるように見えると思うんですけども、あそこがちょうどね、下の部分になると、下部になるということで、こちらの手前がその下部に当たるものなんですけど、あそこね、補強させることによって、圧力がやっぱ下にかかってきますんでね、あの部分だけは補強されてるということですね。で、こちらのフレームの方にゴロンといって、ちょうどあそこの部分と合わさってくるということでございます。材質に関しても鉄のタンクなんですけど、下の強化部分はステンレスになっているということで、なかなかね、鉄とステンをつなぎ合わせるのも難しいんですけど、ちゃんとね、しっかり施工できているということです。有鉱物もいろいろね、属性があって、合う合わないがあるんで、その電飾っていうのを起こしやすいんですけど、それもね、電飾しないようなね、特別な措置を講じてらっしゃるということです。この機械は矢野特殊さんが自作で作った機械で、先ほどのね、ローリーありますけど、この中はね、仕切りがタンクローリーの中あるわけですけど、昔は手作業でね、その中の仕切りの丸いものもね、入れてたんですけど、なかなか所定の位置に合いづらかったり、叩いて原始的に入れてらっしゃったってことなんで、結構音がすごかったりで、作業性が良くなかったってことなんですけど、こちらの機械、いろいろシリンダーとか、ここにその中のね、こう丸いものがつくってことなんですけど、この機械を要はタンクの中に入れて、最後はここで押し込んでいって調整をかけるっていう自作機械がある。ものすごいですね。ローリーを作成される矢野さんならではの車両ということでございます。で、こちらが先ほどお話ししてたサービサーっていう、いわれる工場の中にある、空港の中にで走ってる給油をね、ポンプ車ですね。サービサーとフューエラーってあって、タンクローリーみたいな形なのがフューエラーって言うんですけど、こちらサービサーって言います。で航空機の燃料タンクって実はもう10万リッターとか入るんで、もう特定の時間で入れるにはそれなりの、ね、圧力かけて入れていかなければ間に合わない。で、あとは酸素含有量とかね、そういうのも全部測られるんですけど、そんなのも計算しながら入れるために作成してる。矢野特殊さん、ちなみに国内で作成できるの2社しかないんですけど、その中の1社ということで、こちらサービサーがね、こう新車で出来上がってきてるということでございます。こちらがちなみにフューエラーのね、車種です。この車はですね、ちなみに皆さん見てわかりますかね、高床4軸になるので、公道は走れません。こちらの車種がものすごい、なかなかね、日本では見ることできない。この辺にエアタンク類が密集してますし、もう全然作りが、当然リーフサスだし、とかすごいですね。こういうところポンプ式のものがついてたりですとか、車種もね、こういう特殊な、グレーにね、塗られてまして、高床4軸。タイヤいくつなんだろう。295、8022.5だ。しかも、顔は前の顔ですね。これなんでこう出っ張らすんでしょうね。意味あんのかな。バンパーこんだけ伸ばしてる理由として、なぜかマフラーの排気っていうかね、マフラー太鼓とかもそうですけど、これ全部フロント側にあるんですね。航空機のね、燃料を運ぶので、当然ガソリンとも違う燃料なんですけど、そういうのはあまりこうリアの方に上げると良くないっていうのでね、熱気がタンクの方に行くので、なんでマフラーを前側に来てる。で、車種もやはり4軸低床だから FW でもないんですね。FI なんとかってね、また特殊な形式になってます。そういう車ね、なかなか見れないんです。こことか、なんでしょうね、これ多分 PTO 付きなのかな。こんでここ動力回してなんかポンプをこうね、トラックの動力でやるんでしょうかね。PTO 付き。すごいな。リアタイヤも29580か。燃料タンク200リッタータンク。で、バッテリー。面白いですね。すごい車です。こちらがリアにつく。ほんとこうね、長いんで、先ほど見ていただきましたけど、高床4軸ですんで、普通のね、ローリーはだいたい前ダブみたいな感じで短いんですけど、その長い分、こちらの装置を後ろの方に、ね、つけます。これはポンプなんでしょうかね。圧送機みたいな、そういったものがつくと。本当はね、完成車を映させてもらいたいんですけど、もうね、会社さんのね、名前が入ってるのしかないのでね、今回ご想像にお任せするので、そこも画像で載せさせていただきます。
こちらは空港で航空機に燃料を給油するための専用車両、航空機専用フューエラーです。通常のタンクローリーと大きく違う点は、運ぶ燃料がガソリンや軽油ではなく、航空機専用の燃料をジェット AA1 であるということです。車両の後部には航空機へ燃料を送るための専用の給油ホースが装着されています。また翼の下や給油口付近で安全に作業できるよう、作業デッキや手すりも備えています。タンクの下には燃料を一定の圧力で送るポンプ圧送装置があります。さらに燃料の中に異物や水分が混ざらないよう、フィルターや水分分離で品質を管理します。航空機への給油は燃料の品質管理がとても重要です。そのため給油量を正確に測る流量計も装備されています。そして空港での給油作業で特に大切なのが静電気対策です。給油中に静電気が発生しないよう着地装置を使って安全を確保します。このように航空機専用フューエラーはただ燃料を運ぶだけのタンクローリーではありません。航空機安全に正確に、そして高い品質で給油するために専用のホース、ポンプ、フィルター、作業デッキ、設置装置などを備えた航空機専用の特殊車両です。先ほどのフューエラーのこのドアにも仕組みがあって、ドアもね普通の車って45度ぐらい開くと思うんですけど、その手前30度とかまでしか開かないように設計されてるそうです。理由としては空港ってね風強いんでね、で飛行機の、ね、飛んだり着陸したりってあるんで風が強いので、そういった扉がねガーンといってね事故が発生する懸念があるんで、対策として扉もね開きづらくなっているということです。はい、そして最後入り口の方ね戻ってまいりました。今日矢野特殊さんが、当社富士トランスポートでお願いしているこの冷凍ウィング車をですね見せてもらうためにわざわざこう入り口の方に出してくださったということでございます。でこちらはですね、先ほどもお話ししましたけれども販売用ということで、残りあと2台かな、一応ね用意をしておりますので、ぜひ冷凍ウィングご用命の方はお問い合わせください。今矢野特殊さんの本社さんお伺いをしていろいろ工場見学させてもらいましたけど、とにかく冷凍ウィング、冷凍バンで4トンの冷凍車で、最後タンクローリーというところで多岐にわたるねお車を製作されている会社さんです。冷凍後のねこの気密性っていうのはね矢野さんの得意な技術なんですけれども、それもやはりタンクローリーにも生かされてて、機密っていうのがね重要になってまいりますので、そういったところでね非常に勉強になりました。また最後のねサービスとフューエラーですね、航空会社専用車両というところでなかなかねこういう現場目にかかることがないんですけども、特にねフューエラーのね車種とかなかなかね見る機会がないわけですけども、そういった車もね特別に見せてもらうことができました。やはり矢野さんの技術っていうのは冷凍の技術本当に卓越しているので、今後はですね冷凍の、ウィング車にとどまらず、冷凍のトレーラーですとか、あとはですね輸出にも力をね入れていっていただきたいなと、個人的には思います。特にね日本の食材とかねそういったのも今海外でいろいろな、飲食店等々がですねどんどん海外に出てっていって、日本のね生鮮品なんかがね多く流通されてるので、こういった矢野さんの技術がですね今後海外にね行っていただくのをね願うばかりでございます。はい、それではね本日動画いろいろとね作成してきましたけれども、またねご視聴の方よろしくお願いいたします。それではまた次回までご覧いただきありがとうございました。失礼いたします。